山あいの小さな村、ここでは死者は黙っていかない。私は弔い人、死者の最後の言葉を聞き、魂を送り出す役目を持つ者。村人たちは私を恐れながらも、それでもすがってくる。けれど一つだけどうしても聞こえない声があった。10年前、兄の貝は嵐の夜に消えた。何度手を合わせても兄だけは声を返してくれなかった。お兄ちゃん、あなただけはどこへ行ったのか教えてくれない？村の長老善がいつになく強い口調でルナを呼び止めた。ルナよ、今宵は嵐が来る。外へは出るな。その手に刻まれた不思議な印にこの時のルナはまだ気づかない。はい、長老様、承知いたしました。その夜、10年分の沈黙が破られた。聞こえた。確かに聞こえた。この声は。遠くかすれた男の声が頭の奥に直接響いてきた。ルナ、助けに来なくていい。ただ真実を知ってほしい。10年間一度も聞こえなかった兄の声が今宵初めて私を呼んでいた。村の者が立ち入りを禁じられた場所、なぜ兄の声はここから聞こえるのか。指先が触れた瞬間、封印が答えた。お兄ちゃん、今行くから。中は静寂とおびただしい数の封印の跡が広がっていた。壁一面に刻まれた文字の中に繰り返される一つの名前があった。カイ仙道、お兄ちゃんの名前だ。その声の主がゆっくりと闇の中から姿を現した。来てしまったのか、ルナ。10年ぶりの再会。しかし兄の体はもはや触れることのできない存在だった。お兄ちゃん、触れられない。どうして？彼の足元には光の鎖が幾重にも絡みついていた。俺はここに縛られている。10年前からずっと。その文様をルナはどこかで見たことがあった。この文様、長老様の手に。あの嵐の夜、長老に呼ばれた。村を呪いから守るために一人の魂が必要だと言われた。俺は自分から領主をした。お前を、ルナを守るために。自分のために兄が自ら犠牲を選んでいたことをルナはこの時初めて知った。お兄ちゃんは自分で選んだの？私のために？しかしカイの目には後悔とは別の静かな炎が灯っていた。後悔はしていない。だが一つだけ長老が嘘をついていた。封印の真の条件が壁の隅に小さく刻まれていた。この封印は100年ごとに新しい生贄を必要とする。俺の後にも誰かが犠牲になる。次の器の名として刻まれていたのはルナ、その名前だった。私の名前が。そこへ待ち構えていたかのように長老が現れた。来ると思っていたよ、ルナ。弔い人の血は声に敏感だからな。ルナの中で積み上がった悲しみが怒りに変わった。なぜです。なぜ長老様はお兄ちゃんを、そして次は私を生贄にしようとしている？長老の言葉には狂気と論理が恐ろしいほど混ざり合っていた。生贄などという言葉は誤りだ。これは契約。村が100年存続するための死の均衡だ。長老の手に刻まれた印がまるで心臓のように鳴を打ち始めた。私もかつては誰かを封じた。それが長老の役目だ。お前はただ次の100年を守ればいい。カイの霊体が初めて怒りの光を帯びた。違う、俺は自分で選んだと信じていた。だがお前は最初からルナを次の器に選んでいたのだろう。長老の表情にほんの一瞬だけ人間の顔が覗いた。弔い人の血統は封印の力に最も適合する。そういう断りだ。私の力は死者の声を聞くだけではない。
弔い人の力、それは死者の言葉を媒介に封印すら解くことができる。死者の言葉を媒介に封印を解くこともできる。ずっとやってきたことだ。その光を目にした時、長老の仮面が初めて崩れた。やめろ。封印を解けば古の呪いが村が消える。言葉がなくとも弔い人のルナには兄の意志が聞こえていた。ルナ、封印を解いたら俺は消える。呪いと一緒に。涙は止まらなかった。それでもルナの決意は揺るがなかった。知ってた。聞こえてた。お兄ちゃんの声がそう言ってた。ずっと前から。その笑顔は10年前と何も変わっていなかった。ピコだ、お前は昔からそうだった。泣きながらでもちゃんと前を見てた。私は兄の名を呼んだ。弔い人として最後の声を受け取るために。光の中で消えゆく兄の指がルナの指先に最後のぬくもりを残した。ありがとう、ルナ。夜勤が消えた瞬間、長老は初めてただの老人に見えた。100年の均衡が崩れる。神殿が揺れた。しかしルナは微動だにしなかった。なぜだ。なぜ村が揺れない。呪いは村を襲わなかった。兄が全て連れて行ってくれたのだ。お兄ちゃんは封印を解く代わりに呪いも一緒に連れて行ってくれた。100年間この村を縛っていた古の呪いは兄と共に消えた。100年間正しいと信じ続けてきた男が初めて頭を垂れた。私は間違っていた。これほど長く間違い続けてきた。その言葉にルナはすぐに答えなかった。答えを出すにはまだ時間が必要だった。お兄ちゃんはあなたを憎んでいなかった。私も今はまだ答えを出せない。弔い人として私は初めて愛する者の最後の声を受け取った。白い鳥が山の向こうへと飛んでいった。いってらっしゃい、お兄ちゃん。今度こそちゃんと行けたんでしょ。面白かったらチャンネル登録お願いします。